皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。いつもは寄島の港を出て左へ曲がるんですけど、今日はですねちょっと寄島の沖出て少しだけ南へ行って、寄島にね三郎島ってなるんですけど、その裏側の辺をちょっと様子を見て、それからどこをやるかを決めたいと思います。もしそこ良かったらそこに行ってもいいんですけど、まあ多分ハモカニぐらいかなと思うんで、なので様子見ながら漁場をまたねいろいろ冒険してみたいと思います。では今日も行ってみましょう。寄島真沖です。大した漁獲はありませんでしたけど、ちょっとしばらくこの辺をうろうろしてみてからちょっと漁場を変えたいと思います。これ綺麗ですね。めちゃんこ綺麗。胡椒柄、普通なんかグレーなんですけど白、素晴らしい綺麗さです。 OK。 もう両方とも4枚。さらにちょっと寄島沖をこのままうろうろしてみます。ちょっと東へ行って硬いところをちょっとだけかけてみました。お車おるやん。3本。車も黒エビもいる漁場なんてなかなか素晴らしい。カニも発見。これでイイダコもいれば最高ですけど、イイダコはこのサイズでした。全く同じとこやったんですけど、今度は車エビおらずチヌ。今から完全に潮の流れる方向変わりましたんで、この影響でしょう。潮変わったらこんなに違うのかという。ささっとハモを取るのもこれ。潮代わりはいいですね。いいとこまでおるし、こっちもおるし、ヒラメもおるし、いい方のカニまで。これは素晴らしい。ちょっともう一回同じとこをやってみますか。ここまでのいいキャッチではないでしょうね。でもこれはかなり良かった。もうあまり狙ってない車もいるし、チヌにね、ヒラメにこっちにハモまで。ハモ生きるかな。
だいたいこう刺さった網に刺さったハモはだいたいいきませんね。今はまだもうちょっと水温下がったらいけると思うんですけどね。1番だけか良かったのはでもない。これがいればいいんですよね。ここの砂はこんな感じですが、砂にもね種類があるらしくてね、魚場によって砂が違うんですよね。こちらもカニナイス。この黒の砂がどうもなんか栄養が濃いっぽいですね。この砂のところはね魚が早く育ちます。寂しくなったけど金銭ガニ多いですね。これも一旦見なくなったんですけどね。オレンジのやつ本当どこ行ったんですかね。これのオレンジいるはずなんですけど YouTube でも上げてると思うんです。素晴らしすぎる。拾えるやん。しかも奇跡。硬い。おお硬い。完全に硬い。しかもあと2つ。ちょっと頑張ってね元小川だったところを通してみたんですけど、小川が1回湧いたとこはですね、なんかもう砂が柔らかくなってもう大量に入るととても危険です。ボーナスタイムで1回で終わりかと思いましたけど、ボーナスタイムはもう終わってますが、これは素晴らしかった。袋開ける前にこれ見えたんで危なっ。小学生やな思ったんですけど、今度はもう逃がすわけにいかない。どうね、拾えますか。お、拾える。お、拾えるし。ここにねトゲがあるんですよ。暴れられてこれで刺されてよく怪我します。よし、またいい。でも今回はちょっと拾えない。こっちだ。こっちもいい。しかもこれあれでしょうね。元小川があった場所がいい量あったんでちょっとずっと通してるんですけど、なんかこうもあるんでしょうね。もう小川を好んで食べに行ってますからね。新たなちょっとなんか小川があるのかもしれないですね。あれ、田んぼなくなりましたね。そろそろ移動かな、これは。おお、こっちは大量という。やったね。
たら噛まないで、お願いだから。全然悪くなかったですけど、カニが切れたみたいなんで車エビも入らなくなりましたね。ちょっと移動したいと思います。あ、ナイス。でもめっちゃナイス。この2本で1個 OK。大ダコチャンス。見えない、そしていない。マジでカニがもう全く見えなくなりましたね。移動してもいない。チームのところ来てもいない。まあいろいろうろうろしてみましょう。潮の開始です。よいしょ。あれ、潮の開始はカニが入るんですね。でもこれはもう見た目からしてやわら。また今日の前半のような感じになりましたね。拾えるし、拾えるし、わあ素晴らしい。拾えるし、なんと1番4枚。さすがボーナスタイムは超良かったですね。まあ急ぎましょう。ボーナスタイムはもう短いんで。前半のボーナスタイムなんか1回だけでしたからね。網の上に1枚、よう取れたもんです。今日はこっちが好調ですね。けど爪が惜しい。いける。ちょっとやめといた方が。よいしょ。いける。おい。セットラストです。今日のラストです。これが。素晴らしい。ではこれで帰りたいと思います。お疲れ様でした。よこせ。チヌハも多めです。はい。2弁も多め。はい。そして今日はこっちも多めですね。やりましまだ豊洲へ行っております。なんと今年は。
でも車がもう本当にいません。あら、あとクーラーの中もスカスカです。ほぼ空です。ゲタがいないんで、ゲタはもう今日はゲタのとこ行きませんでした。あらま、エビはほぼ黒エビですけど、車と黒エビ。そして肝心なメインはどうなりましたか？チャトに満足していただけるかどうかわかりませんが、これだけです。まあでもよいしょ。そうじゃないでしょうか。こんな感じです。やりました。今日は台湾ガザミがほぼいないんで、おお、すごい。ほとんどマガネです。お黒エビ食べましょう。黒エビ、もう終わりかけで言うのもなんですが、お、はい、ずっと車エビ食べてきたんで、黒エビ食べたらんので黒エビにします。はい。はい、皆さん今日もお疲れ様でした。ハードワークご苦労様です。マッカラン12年やりました。おすすめしてくださったウイスキーを着実にこなしていっております。ついにマッカランに到着いたしました。我ながらいつマッカラン行くねんと思ってましたが、やっと購入しました。本当は18年欲しかったんですけど、高すぎてようクリックせんかったです。それはちょっとさすがに。12年は1万2000円ぐらいでしたね。これならなんとかギリ、1万円台ならなんとかギリ。ちょっと18年は手が出んかったです。フルーツのような香りですね。フルーツ酒、そのパターンか。いただきます。もうフルーツですね。本当に甘いというか、甘いと言ってんかどうかわからないですけど、自分の中ではリンゴが一番表現合うかなと思いますが、よくバニラとかっていうんですけど、バニラ感じたことないんですけどね。バニラってどんなんなんですか？角が取れてまろやかになって、でもちょっと香りが薄くなりました。ストレートの方がアルコール度数 40% なんですね。なるほど、40% ぐらいだったらストレートの方が美味しいかな。でも割った方がやっぱりでも味はよくはっきりと分かりますね。アルコールの方は刺激がなくなるんで、やっぱりどうしてもクレンモーレニの18年と比べちゃいますけど、これマッカランの18年はいけば負けてないんでしょうけど、やっぱ12年にはちょっとクレンモーレニ18年には勝てない。やっぱ深みが足りないですもんね。でも十分美味しいです。黒エビ、オリーブオイルとニンニクで炒めて塩コショウしました。塩はですね、そら塩を使いました。直島の塩です。香川県の瀬戸内海に浮かぶ島です。自分が知る限りではですけど、日本で一番甘い塩なんじゃないかなと思ってます。では久しぶりに800円丼を作っていきたいと思います。よっこりせ、ここが優勝しちゃうんですかね、今日も。こちらはみんな大好きすだれ貝の味噌汁。最近めちゃくちゃハマってます、これに。ではいただきます。大きいのいきましょう。うまっ。実は自分はエビの中ではこの黒エビ、精巻きとか赤しって言いますけどの子供、これはですね自分はちょっと苦手なんですよね。他のエビに比べてね、精巻きまで成長すると匂いなくなるんですけど、ちょっと若い時ねちょっと匂いがあるんですよね。だからオリーブオイルとニンニクで炒めてみましたけど、めちゃくちゃうまい。匂いがないので最高です。というか匂いがわからなくなってるので最高です。でも普通はね、多分ね黒エビ食って臭いと思う人はいないと思うんですけどね、自分はなんか感じるんですよね。ここ行ってみましょうか。うめえ、マジうめえ。黒エビはもうこれ一択なんじゃないだろうかと思うぐらい、炊いたりね塩焼きにしたらちょっと苦手なんですけど、もう黒エビは今度からこれですね。自分はマヨネーズが苦手になってきてるんですけど、若い時はこんなことして食べてましたね。これが若い時大好きでしたけど、もっとたっぷりいってましたが、今日はこれぐらいで頭と同時にいただきます。うめえ。そら塩がまたちょっとね料理甘くしてくれてるのがいい。今回もご視聴ありがとうございました。今日はどっかティーにした。スクランブラーでフラットリンド行くん。